明けましておめでとうございます。あけましょう。おめでとうございます。2026年一発目の YouTube。ちょっと今日は去年さらっと振り返ったり、今年何やっていくのとか、いろいろ聞いていきたいと思います。これ、お父さんからもらいました。カレッジリング。成人の祝い。成人祝いで。お父さんが昔買ったやつ。お父さんって実際つけてたやつらしいです。じゃあまず2025年どんな年でしたか。一言で言うと安心。安心。安心ですよ、もうだって。2024年は、結果は出つつも、メインのやつは出せれなかったから、もう2025年でこの心に開いたような穴をこう埋めないと、埋まったかわかんないけど、なんか多少は埋まったかな、みたいな。はぁっていう安心。なんか躍動とかよりもなんかほっとした気持ちの方が。だって躍動は2024年でするつもりだったから。BC1 優勝だったりっていうのはありましたけど、BC1 優勝の後にね、コメントは一つ取ってるから、気になるのは、意外と何も語れてない世界選手権、12月。はい。Vlog であれ、悔しいっていうのはちょっと最後見たけど、実際どうだったのかなみたいな。コンディションとかもそうだし。実際どうだったか。そうだな。優勝に向けて本気でやったけど、じゃあ BC1 と同じ熱量でやってたかって言われたら、全然できてなかったなと思うし、でも逆にポジティブに考えたら、その2025年レッドブル優勝して世界選手権優勝してたら、多分何もやんなくなってたんで、多分もうちょっと2026年のスロースタートというかだらけスタートになっちゃってたかなって思う。今思えば世界選手権むちゃくちゃ悔しいから、次出るバトル絶対優勝したいもん。だからその気持ちになってるから今、逆にいいかなって。ポジティブにもう過ぎたことなんで。連覇がかかると取りきれないみたいな。連覇っていうよりか、そのバトルを普通に優勝したいっていう純粋な気持ちだったから、それがたまたまよく連覇かかってる時に負けてるっていう、だから連覇が弱いみたいになってるけど、そうですね。けど今は普通に悔しいから。じゃあそれでいうと2026年、まず2月のケツに全日本があって、で全日本の結果次第でアジア競技会があるから、本当に1位か2位、他の人の結果も左右されるけど、1位か2位取んないとダメだし、あと世界選手権負けて悔しいから優勝したい。優勝してスタートしたい。 BC1 がそれこそ連覇をかけて、過去にだってまだ連覇した人はいない。いないですね。そうですね。どうなるか、レッドブルがどうなるか分かんないけど、今年一番目指してるのはもう確実に BC1。毎年目指すけど、トロントで2連覇。どうなるか分かんないけど、おそらくフィル・ウィザードは母国開催っていうのでワイルドカード一番もらえそうだよね。どうなる、さすがに。だからけどもうフィル以外ももうものすごい強いから、去年は母国開催で自分の声援のおかげでちょっとこう自分も調子良かったってのもあるけど、やっぱカナダで自分の違うとこだから、今年こそちょっと自分との戦いなんじゃないかなってめっちゃ思う。でも優勝した次の年をもう一回優勝するってもっと気持ち強く持たないと無理だと思うから、今のままじゃダメですね。年末年始だって岡山に帰って、それこそ成人式のね、ために結構いたでしょ、岡山選手は。めっちゃいた。久しぶりにこんなにゆっくりした。もう最高だった。もう何も動きたくなくなってた、ずーっと。成人式はまず、出席もそうだし、成人として岡山市の成人代表としてパフォーマンスして、めちゃくちゃ嬉しかったな。取材されてる時に思い出したんですけど、小学生か中学生の時の20歳の自分に向けての手紙を書くみたいなあって、その時に成人式は普通に出席するのは嫌だっていう風に書いてたから、それは叶えれてるわと思って、みんなの前で踊るっていうことができたから、すごい嬉しかったし、成人式自体も友達も見に来てくれたし、でめっちゃ声出してくれたから、めちゃくちゃ声出してくれた。基本的に毎回岡山でそういうとこでやるとき、その踊った後に友達にもうちょい声出してやって言ってたんですけど、最高なぐらい声出してくれたからよかったかな。あとはもう地元の友達にも会えたし、同窓会楽しかった。もう超楽しかった、マジで。もうこの夢から覚めたくなかったもん。すっげえ楽しかったな。もう同窓会の話だけで終わらせれるぐらい今。高校卒業の時にも泣いてたけど、結構好きだよね。
めちゃくちゃ大好きだな。高校の同窓会なかったけど、中学校の同窓会でめっちゃ久しぶりに会えたし、なんかそれで言うと泣きそうだった。みんななんかそのおめでとうみたいな感じだった。なんかまあでも基本的に僕が仲良くしてる人はなんかダンサーの一心として絡んでこないんで、ただの同級生として絡んでるから別にそういう話をするわけでもないし、まあだから僕はそれが楽だからあれだけど、まあ久しぶりの会う友達とかは「よー!」ってなんか「おめでとう!」とか言ってくれたりはしたんですけど、一番衝撃的だったのがこう、まあ中高で時々会うちょっとヤンキーな子たちの友達が 4,5 年ぶりに会って、みんなしたらみんなが「おいしいお前少年院の中の新聞で見たで」って5人中5人がみんな言ったから、みんな新聞で見てたっていう、みんな新聞なんやと思っていうびっくり。たまたま会えてないだけかと思ったら本当に会えなかったんだと思って、多分暇で新聞見てたら僕は載ってたみたいな、まあいろいろと地元を感じられたっすね。それでは2026年、まあ大会についてだったりとか、改めてどういう1年にしていきたいですか？今年のテーマみたいな。テーマはまあけどそうだな、空木とかと話したりとかして、やっぱそういう自分のいい踊りができた年だったりとか、優勝とかできたものを越すのってすごい大変ってで、まあよく聞くし、まあそれで言うとやっぱ去年か結構代表的な、自分の中では今までのベストムーブみたいなのができたから、見てる人っていうのはそれを越すものを求めてくると思うし、越したものを見たいと思ってるから、それで言うと去年以上に頑張んないといけないんですよ、それを越すために。だから本当に、だからそうだな、もうまあ変わらず成長し続けないとダメって、変わらず新しいものを作り上げてって、去年より一歩先に行く。確かにかました後にその期待値超えていくのって相当ハードル高いから。けどそれ越せた時めちゃくちゃ気持ちいいですよ。B1 のニューヨークの時めっちゃかませたし、デビュー戦みたいな、フランスの時もすげえかませて、なんか踊りしてってずっと思ってたら、あれよりいい踊りできたから、次は去年のあれを越すものを作りたいなって。やっぱり BC1 は得意取っていきたい。いつまでたっても BC1 は同じ立ち位置で取りたいものだから、去年と全く変わらず本気で取りに行くぜ。イエー。ちょっと最後に、今回YouTube 去年1年結構バーっていろんなこと試してみて、海外の Vlog とかね。あれ去年始めましたっけ？いやだって初めてベルギー編でしょ。ベルギー編はブラジル B1 までだから、だから1年半かな。でもまだ1年経ってないね。全然経ってないよ、まだ1年ぐらいか。もう100万人ぐらいやってますよ、登録者。ちょっとまだ行ってないかもしれないな。嘘、100万人見てると思ってた、勝手に。やっぱ海外は引き続きね、海外 Vlog 大好評なんでやっていこうかなと思いつつ、他どんなことやりたいのかなっていう。そうですね、まあ俺がとりあえず海外の Vlog やっていく、あともうちょっと自分の英語が成長したとこみんなに見せたい。結構成長してるから、まだね、今ミーティングとかを理解できる脳みそはないから、そこをできるようになりたい。専門英語と言われたらもう寝ちゃうんで、英語レベルで言ったらそこ。英語系のちょっと企画じゃないけど、そうですね、なんか海外の人とちょっと Vlog じゃなくてコラボみたいな形でやってみたいなとも思うし、でもなんかあれだな、もっと面白いもんやりたいな。で逆にどんな見たいか視聴者の皆さんにコメントください。何でもやります。もうダンサーとしての YouTube じゃなくなるんですよ。ヒロトとかはチュートリアル系だけですかね。俺それじゃなくてヒロトのマジで一本普通に撮るやつのニット帽ちっちゃくなるやつとかめっちゃ好きで、ああいうのを時々上げてみようかな。俺も芸人の粗品の相方せいやが朝方眠れず、あと30分後には出ないといけないからめっちゃ眠いっていうなんて超おもろかったんですよ。そういうのやってみようかな。全然回らないかもしれないけど、今年もアクティブにやっていきたいと思います。ぶちかましていきましょう。よし。